この役立たずのゴミが、お前にはこれがお似合いだ。旦那、これ以上は勘弁してくださいよ。商品にならなくなっちまいやすから。せいせいした。二度と顔を見ずに済む。これでお前は正真正銘の奴隷だ。ああ、ダメか。それ落ちませんよ。特殊な塗料のようですから。一生これと付き合っていくことになるのか。ご主人様は私を見て気持ち悪いとは思わないんですか？どうして私を連れてきたんですか？ミルキットを一人で町に残す方が危険だと思ったの。そうではなくて、どうして私をあそこから連れ出したりしたのですか？一人だと寂しくて心細いからかな。そういった目的でしたら、無口で不愛想な私はふさわしくないと思います。私を売って別の奴隷を買うべきです。あとは偽善なのかもね。偽善ですか？そう、私は何もできなくて役立たずで、誰も救えなくて奴隷として売られて、そんな私がミルキットを幸せにしてあげられたら、私にも生きてていい理由が生まれるんじゃないかって。すっごく汚い考えだけど、そういう下心多分ちょっとだけあったんだと思う。よくわかりません。実は私もよく分かってないんだ。私たち同じだね。で、あいつらが生きて帰ってくる方にかけるやつは？おい、これじゃ賭けにならねえじゃねえか。あ、デイさん。デイさん、中央区で殺しがあったみたいっす。やられたのは違法奴隷の売人なんですが。で、そんなのよくある話だろ。それがなんでか知らねえけど、現場にあいつらがいたんですよ。教会騎士の奴らが。商人殺しなら王国軍が動くはずです。教会騎士が動くとなるということは、
薬草の違法売買か。それゆすりのネタにどうすか。強さとは個の力ではない。単純な財力でもない。デインにとって強さとは。顧客リストを探れ。中央区に勢力を広げる足がかりになるかもしれない。人脈である。この辺りで間違いないみたい。ご主人様、あれ何？ワーウルフを狩りに来て殺されたのでしょうか。冒険者の慣れの果てか。ご主人様、あれがワーウルフ。スキャン。ほんと救いようがない。何がですか。見てみてよ、あいつのステータス。私スキャンもできませんし文字も読めません。そっか、ごめん。スキャンは術者にしか見えないんだったね。私も昨日使えるようになったばかりだからよく分かってなくて。いえ、こちらこそすみません。あのワーウルフのステータスの合計は512なの。合計が500を超えると D ランクのモンスターって言われてる。依頼されたのは確か F ランクのはずでは。騙されたの、あのテインってやつと西区のギルドにね。でも残念、私はもうヤワじゃないっての。今の私のステータスは995。1000を超えると C ランク冒険者相当。それに今は呪いの治癒能力まであるんだし、負けるはずがない。待ってください。あそこに。いいかフラム、奴らは集団で狩りをする。一匹見つけたら周囲に3体は潜んでいると考えろ。ってガディオさんが言ってたの。5体目。あいつ何かおかしい。繋がった。回転してるの。見たこともない光景が目の前で繰り広げられた。接続と回転。そして異形のものが出現する。何ですかあれ。わからない。スキャン。キマイラプロトタイプ。合計値1863。また回転。外した。ミルキット、今のうちに。はい、わかりました。無茶をしないでくださいね。無茶をしないってのは無理かな。さてどうしたもんかな。またどう見ても土属性の魔法じゃない。体が軽い。思ったように動ける。これなら戦える。こいつの動きは単調。真正面から来たところを避けて、そこをすれ違いざまに切りつける。そしてこのまま背後を取ってもう一撃。ありえない。傷を境目に上半身を回転させるなんて。傷。
私の筋力は318、あいつは677。力比べでは勝てない。その上得体の知れない攻撃。もう再生されてる。これじゃあどっちが化け物なのか分かったもんじゃないよね。おかしな動きで翻弄してくるけど思考は鈍い。こいつ何だったんだろう。あ、それよりワーウルフの牙を回収しなくちゃ。うわ、そんな。何なの。今のうちに離れなきゃ。さっき噛まれた時の肉片、唾液、何か腕の中に入り込んでる。回転が上がってきた。早くしないと体の方まで。他人から傷つけられるだけでも怖いのに、本当にやる気なの。でもこのままじゃ痛い。やるしかない。正直逃げ出したい。でもそれじゃ以前の私と変わらない。私が死んだらミルキットはどうなる。繋いだ時のミルキットの手のぬくもり、その先に英雄の勇気が顔を出した。じゃあ改めて行きましょうか。さすがエピク装備、気が利くじゃない。こいつさっきより動きが速くなってる。このまま戦いを長引かせるのはまずい。触れられるだけでアウト。近接戦は不利。足止めしないと。今度
私は何もできなくて役立たずで、誰も救えなくて奴隷として売られて、そんな私がミルキットを幸せにしてあげられたら、私にも生きてていい理由が生まれるんじゃないかって。そんなことを言う主は今までにいなかった。お前は売られるために生きてきたんだ。せいぜい尽くせよ、俺の金のために。奴隷は人ではない。どれだけ痛めつけても殺しても咎められることはない。あなたの顔を見ていると心の底から怒りがこみ上げてくるわ。奴隷の分際でどうしてそんな顔をしているの？幸せ。ただいま。お帰りなさい、ご主人様。ご無事で何よりです。怖かった。もらってきた？うん。スキャンしたら呪いの装備だったの。私にうってつけのね。そうですか。ご主人様、先ほどのお話ですが。話？ご主人様が私を幸せにしたいというお話です。ああ。私はそれにふさわしい奴隷ではありません。やはり私を売るべきです。でもミルキットはもう私を主と認めたわけでしょ？これでもまだ。私でいいと言えますか？あらわになった彼女の顔は、顎から額に至るまで全ての部位がまだらに赤く腫れ上がっていた。偽善の対象として扱われることに抵抗はなかった。ただ包帯で隠した姿しか見せないのは公平ではないと彼女は思った。この顔ではきっとご主人様に迷惑をかけ続けると思います。それムスタルト毒だよね。見せて。いけません。映ります。前の主人がそう言ってました。どいつもこいつも他人を騙して。いけません。ご主人様まで私のように醜い姿になってしまいます。大丈夫。ムスタルト毒は伝染しないの。知り合いの魔法使いがそう言ってたの。ダメです。言っとくけど、こんなことくらいでミルキットの主を辞めるつもりはないから。同じ檻の中にいたのも、二人だけ生き残ったのもただの偶然。けれども私がミルキットを闇の中から連れ出してみせる。そして一緒に幸せになろう。幸せが何かわかりません。これから二人で探そうよ、私たちの幸せを。まずい。人が入れてやったのになんだよその態度は。さっきの夕食の肉も臭みが消えてなかったぞ。フラムは肉の臭みが苦手な誰かのために前日から下ごしらえをしていたんだ。俺にそこまで望むな。どいつもこいつも料理一つ満足に作れないなんて情けない。お子ちゃま舌の賢者様に合わせて入れ方や味を変えていたフラムはもういない。賢者様が追い出したせいでね。どいつもこいつもフラム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 。なぜあんな役立たずを。嫌な空気ですね。崩壊前夜のパーティーのようだ。はい、
これ依頼の品。まさか本当に倒してきたの？おいおいジョーちゃん、嘘はいけねえぜ。奴隷の分際で倒せるはずねえだろ。へえ、あんたって切られただけで倒されちゃうぐらいの強さなんだ。エピック装備だと。これで嘘じゃないって分かったでしょ。依頼の品確認したわ。ありがとう。じゃあ報酬とライセンスもらってくから。おいしい。おかわりあるから遠慮なく言ってな。ありがとうございます。お風呂や服も貸してもらっちゃって。いやいや、礼を言うのはこっちだよ。久しぶりのお客さんで嬉しいんだよ。私も普通の人間みたいに接してもらえて嬉しかった。ご主人様。ミルキット、明日はお買い物に行こう。ミルキットに似合う綺麗な服を買おう。お構いなく、私は奴隷ですから。じゃあ主人からの命令ってことで、明日はミルキットの分の服も買いますね。はい。すべてを失った少女とすべてを持たなかった少女、神にすら見放された二人は新たな人生の第一歩を踏み出した。